どうも、クーピーチャンネルです。イーノーさんから小型ポータブルクーラーとしては過去最高の冷房能力 1758W というかなり強力なポータブルクーラーが出ました。窓用エアコンが 1400W から 1600W ぐらいなので、それ以上の冷房能力になります。そしてこのコンパクトさ、本当なのでしょうか。今日はこの軽キャンピングカーに設置し検証します。このデザインどうでしょうか。かっこいいですよね。なんかやってくれそうなデザインです。今から付属品スペック紹介した後、実際に軽キャンピングカーで何度まで下がるか検証します。去年動画に出した1個前の 2.0 タイプ小型タイプはこの動画の説明欄に貼っておきます。車内で検証する前に自分が気になっている点が、冷房能力 1750W は本当なのか。カタログで3分で12度吹き出し口は下がるそうです。実際に検証します。電力なんですけど、カタログでは消費電力 550W と記載されていました。常にこの電力で消費はないと思いますので、実際の平均消費電力、そしてポータブルバッテリーで何時間使用できるのか検証します。カタログには載ってないんですけど、突入電力、コンプレッサーが作動するときに一時的に大電流が流れる可能性があります。こちらも調べます。うるさくないか、狭い車内で眠れるのか、音量を計測します。この本体のこの下からドレン水が出るんですけど、どのぐらいの量出るのか、こちらもペットボトルか何かに挿して量を測ります。こちらが付属品一覧です。この中で気になるのが、まずはリモコンですね。ポータブルクーラーでは珍しくリモコンが付属してます。ドレーンホースはこちらで、本体の一番後ろ、ここに差し込み口があります。本体の上、ここちっちゃい小物収納になってますんで、こんな感じでリモコンやドレーンホースを収納しておけます。そしてダクトホースが2本あるんですけど、こちらはちょっと自分長かったので半分にカットしました。でこの背面後ろに排熱パネルをはめます。そしてダクトホースを回して固定します。でこのダクトを2本車外に出すんですけど、2本出すのが重要になってきます。こちら熱風の吹き出し口になります。でこっち側が熱風の吸い込む口、車外の空気を取り込みます。でこの1本だけ熱風だけ車外に出していても冷えません。というのは30度ぐらいの暑い日だと熱風だけを車外に出していって、こちらは車内から吸い込むとどんどん車内の空気が吸い込まれていきます。どんどん真空状態に近づいていくんですけど、車というのはどこかに穴が開いてます。なので車外の30度以上の暖かい空気がどんどん入ってきて車内が冷えないことになります。ちょっとこれややこしいんですけど、25度以下ぐらいならこれ1本だけで外に出すので大丈夫です。で30度以上になると日本車外に出さないと冷えないと思っておいた方がいいです。スペックはこちらになります。気になるところは重さが 13.8kg と意外と軽いです。全然持ち運ぶことができます。でこちらは冷房のみで暖房はありません。こちらが操作パネルなんですけど、一度電源つけます。そして一番左のボタン、こちらで冷房、送風、除湿、スリープモード切り替えることができます。スリープモードは低負荷で冷房が続くそうです。その次のスイッチがスリープモード、そしてこちらを押すと温度をこのつまみで変えれます。16度から31度まで変えれます。風量もこのつまみで7段階風量を変えれます。それでは早速軽キャンピングカーで検証していきます。で助手席倒してこの板置いてます。L 字にしてます。この上に置いていきます。窓にはめるダクトを通すパネルなんですけど、こちら去年使ったやつを使います。でダクトの穴が大きくなったんでこんな感じで大きくしました。でこちらなんですけど、こんな感じで隙間テープ100均で売ったやつですね。ここに貼ってダクトの隙間を防ぎます。はい、この材質なんですけど、これはプラダンに壁紙を貼ってるだけです。はい、こっち側が排熱、こっちに出るようにします。でこれ吸気なんですけど、ちょっと下向けて雨入らないようにしておきます。はい、こんな感じでセッティングできました。で今から検証なんですけど、今日はなんとあんまり暑くありません。これ外の温度計なんですけど、今車外が 21.2 度、こちらが車内なんですけど22度。これでは冷房の検証にならないので、このキャンピングカー専用の暖房 FF ヒーターついてますんで、この FF ヒーターで一度設定温度を33度ぐらいまで上げてから冷房を検証します。ここで疑問なのが、車内を33度まで上げても外が寒いので
勝手に10分30分1時間経ったら下がってくると思います。それだったら冷房能力わかんないですよね。なのでまずは33度まで上げてから冷房なしで放置して10分後1時間後何度下がってるのか調べてから再度車内を33度まで上げてこの冷房で10分後1時間後何度まで下がるか検証します。これで本当の冷房能力がわかると思います。はい、じゃあ運転席との仕切りカーテン閉めてこの状態で計測します。今このワイヤレスの温度計、この1番が車内のテーブル真ん中に置きました。今 33.2 度まで車内が上がりました。なので切って1時間後何度まで下がるか計測します。はい、1時間経ちました。車内の温度は 28.9 度まで下がりました。中は28度なんでかなり暑いです。じゃあまた仕切りカーテンして一旦33度まで温度上げて冷やしていきます。はい、こんな感じでセッティング完了しました。ポータブルバッテリーは 61%、 こちら容量 2000Wh です。ポータブルバッテリーで何時間使用できるかも計測していきます。温度計は車内テーブル中央と一番後方にも一つ置いておきます。はい、車内の温度計が33度になりました。バッテリー残量が 1% 減って 60% になってますね。でこれで計測していきます。それではこのリモコンでポータブルクーラーつけていきます。冷房で温度が一番最低16度で風量は一番強くしておきます。なのでですね、で今現在の車内の温度が 33.6 度、ここで計測していきます。はい、10分経って少し温度が下がってきました。現在の消費電力を調べたいんですけど、これドア開けちゃうと冷たい空気が入って車内の温度が下がってしまうんで、この窓ガラスから写真撮って調べます。写真拡大して分かりました。 413W 消費してます。周波数は 60Hz です。はい、1時間経ちました。温度かなり下がりました。でこれで記憶しておきます。はい、じゃあ今の消費電力が約 240W、 そして残量が 41% です。車内はかなり寒いです。もう切っておきます。なんと1時間で 13.7 度下がりました。10分後30分後などの細かい比較は最後に表にまとめます。もう一度つけて騒音だけ調べておきます。こちらはスペクトラムアナライザーといって音量を測れます。まず無音の状態測っておきます。無音の状態で 50dB でした。このクーラーから1メートルぐらいの距離で計測します。はい、設定温度16度で一番風量小さくします。風量弱で 57dB でした。はい、じゃあ次風量一番強くします。風量マックスだと 62dB とまあまあ落とします。次なんですけど、お休みモードっていうのが一番静かみたいなんで一度やってみます。お休みモードも風量弱と同じ 57dB でした。今ですね、お休みモードで設定温度16度にしてるんですけど、消費電力が 1W になりました。風は少し出てるんですけど、コンプレッサーは今回ってません。なのでこのお休みモードは冷房とストップを繰り返すようです。それでは検証結果まとめます。まずは冷房能力。ポータブルクーラー設定温度16度、風量最大、車内 33.6 度から10分後 31.2 度、2.4 度下がりました。30分後 24.6 度、9度下がりました。1時間後 19.9 度、13.7 度下がりました。FF ヒーターで車内を温めた検証だったので、参考までにクーラーをつけてない状態での温度変化調べました。車内 34.2 度、30分後 34.1 度、0.1 度下がりました。1時間後 32.1 度、2.1 度下がりました。ポータブルクーラーの冷房能力の効果がかなりすごいことが分かりました。消費電力です。最初30度以上だと 413W 消費していました。で車内が冷えてくると 240W、 設定温度になると 5W コンプレッサー溜まりました。容量 2000Wh ポータブルバッテリーで1時間で 19% 減りました。約 20% として 2000Wh のポータブルバッテリーがあれば5時間使用可能です。心配していた突入電力はなしです。次は騒音についてまとめです。冷房状態で風量小 57dB、風量大で 62dB でした。風量大だとちょっと気になりました。
ドレン水なんですけど、このペットボトルに全部行くようになってました。で、今回なんですけど、結構ありますね。1時間でペットボトル 150ml って感じですかね。今日は湿気が結構ある状態でした。胃が出ましたね、ドレン水は。それでは最後に今日一日触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはメリットからいきます。最初、送風口、こちらなんですけど、これ2箇所、こっち上、こっち下など上下に分かれて風を送ることができます。こうすることにより上と下両方行くんで素早く車内を冷やすことができました。この外気取り込む用のダクトなんですけど、こちらにこんな感じでメッシュついてます。なのでこれ外から虫とか入っても中に入らないようになってます。そしてこのダクトグリルですね、これもついてますんで先っぽにつけることができます。ここで100円ショップなどで売っている網戸を貼ればさらにホコリや虫の予防ができそうです。3つ目のメリットは何といっても冷房能力です。1時間でマイナス 13.7 度はポータブルクーラーの中で過去最強じゃないでしょうか。それでは次はデメリットです。5つありました。まず最初一番気になったのが動作音です。これ風量大だと寝るときに気になる人多いと思います。例えばなんですけど、横で車のエンジンがついていても寝られる方は風量最大でも眠れると思います。自分だったら小で使っていきます。次気になったのがこの排気ダクトの位置です。裏にあるんですけど、でそのまま持っていこうとしたらここ取っ手が前に1個あります。そしてもう1個が裏、ここなんですね。なので元としたこのダクトが邪魔で持てませんでした。毎回ダクトを外して持ち運ばないといけません。この窓パネルの DIY なんですけど、やっぱり時間かかります。ダクトが2本なので DIY のハードルも上がります。この手のポータブルクーラーは全てになりますが、やはり手間です。しかも走行中は外さないといけません。その都度セッティングの手間が必要になってきます。次はドレーン水です。ノンドレーンだったら最高なんですけど、結構出ました。これ冷房能力強力なんで仕方ないんですが、梅雨の時期一晩つけっぱなしだとかなり出そうです。もう窓の外に出しちゃうか、こういったシンクに直接ホースを突っ込むかなんですけど、これ厄介なのが高さが出すとこより高くないといけません。このドレーンホースは本体の一番下についてますんで、これを上げないといけません。なのでそれは難しそうです。で、5つ目は冷房開始まで時間かかるんですけど、この手のものは大体全部そうなんですけど1分ちょいかかります。初めて購入検討している方向け念のためにお伝えさせてもらいました。最後に自分自身個人的な意見を言いますと、デメリットは多々あるんですけど、とうとうここまで冷えるポータブルクーラーが出たかという感じですね。エアコンが設置できない車には本当にありがたいです。耐久性など今回の検証ではわからない部分もありますが、こんなに冷えるなら真夏の日中でもいけると思います。今回外気温21度とあまり暑くなかったんですが、明日ですね、ちょうどお昼30度超えとかなり暑くなりそうです。早速車中泊で行ってみて実践で使ってみます。また動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。